ハローハロー皆さんこんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。本日2024年1月4日に私配信の収録をしております。明けましておめでとうということですけれども、声高々にですね、私言いたいところですが、いろんなことがね、やっぱり1日、2日、3日というふうに起こっていますので、ちょっとね、皆さん、波動をね、やっぱりこういった時って下がるじゃないですか。みんなもう動揺しますし、私も動揺しますし、どうなっちゃうんだろう、もうなんなのっていうふうに思っちゃいがちですけれども、やはり個人個人ね、楽しいこともあって当然だと思いますし、幸せがね、一日の中にあって当然だと思いますので、皆さん、あまりこう、悲しい、辛い、心配っていう気持ちをね、高めすぎずに、ご自身のね、幸せとか健康とかにも気を使っていていただければなというふうに思っております。はい、それでは、今回もですね、去年の分を配信しなきゃいけないので、ちゃちゃちゃっと、ラジオ形式で今回もお届けしたいと思います。なので、作業中のお供にしていただければいいかなというふうに思っておりますので、ラジオみたく皆さん聞きながら作業を楽しんでいただければというふうに思っております。今回は、ジョセフ・ティテルさんのサイキック予言、新しい世界の秩序への道筋という回、これがブログ回で、ナンバー103番になっておりまして、でナンバー104番のサイキック予言、移動中に起こる災難という2話をお届けしたいと思います。ちなみにこの2話は、tinkerschannel.com のブログの方でもう公開を済ませておりますので、配信ですとやはりね、去年のことなので省いている部分もあります。ただなるべくお伝えはしていますが、詳しく知りたいよという方は概要欄からブログのリンクを、検索していただいて、そこから、ブログの方を読んでいただければというふうに思っております。本編進めていく前に番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく。自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。まずはじめに新秩序へのレールということなんですけれども、1個目の予言が通信障害への予言というものがジョセフさんありました。でこれは2023年10月25日に配信された動画なんですけれども、本人様の動画が出来事をサイキック予言、新たな警告と予言、本当に待ち受けていることとはというご本人様ジョセフ・ティテルさんの動画をご紹介しております。でこのご本人様の動画は10月25日に配信を済ませているものです。で英語の配信なのでもしわからないよという方は私の方で見ていただいて聞いていただいて内容を理解していただければというふうに思っております。その時におっしゃってたのが通信障害への予告なんですけれども、予言、通信障害の予言なんですけれども、ネットサービスの通信障害などが起きるというふうにおっしゃっておりました。この時ですね。ですが実際年末年始年末に結構ね通信障害あったんじゃないかなって思うんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。私なんか
インターネットがちょっと通じにくいかなっていう時はありました。私はねここタイにいるんですけれども、そういうことがありました。で年末年始ね結構太陽フレアが、2.87 と X5 っていうのが1日かなに来たみたいなので、それでちょっとなんかね電波がおかしいのかなっていうふうに私は思ってるんですけども、で世界のどこかで悲劇が起きるというふうにこの時おっしゃっておりました。ジョセフさん曰く世界のどこかで悲劇が起きます。その悲劇はあまりにもたくさんの人に疑問を与えます。それはハワイの時のようです。またあのファイヤーについては論議されていますね。悲しいことにあのファイヤーに関しては結局のところどうなのかという確信のところまで知ることができない状況なのではないでしょうか。嘘をついていることは分かりますが、というふうにジョセフさんはこの配信でおっしゃっておりました。でここでジョセフさんが投資したビジョンがあるということで、この悲劇の状況ですが大きな風船が見えました。その風船は黒く、中にはたくさんの真実がドロドロの石油のように詰まっています。スピリットはその風船に針を刺し、風船を割るためではなく少しずつ真実を垂れ流すために刺していました。すると風船は縮んでいったのです。そういったね抽象的なビジョンを見たみたいなんですけども、ティンカーが解釈するにハワイのような状況が起きて真実が明かされないまま特定の人たちに利益が出るように、そういった状況に対して世界の人々が、大きな疑問を持つというようなことなんじゃないかというふうに考えるんですけども、この前ね能登半島で地震があったじゃないですか。でその時ちょっと私風邪気味なんでごめんなさいね。能登半島で地震があった時にね、焼け野原になってしまった部分ありましたよね、地域が。そこで青い屋根だけが焼け残っているという映像も出てきたりしていて、あれが、本当なのかどうか、本当っぽいんですけども、なんかいろいろ勘ぐっちゃいますよね。で31日の4時ぐらいかな、3回爆発音が聞こえて、市民の方が通報なさっていたという、ニュースがあったんですけども、それが全部削除されていたりとか、これは能登半島をスペース、空欄、空白、爆発っていう風に検索していただければ、ダックダック語でも検索したんですけども、みんな削除されていました。そこがね不可解、それとこれとね関係があるかどうかわからないですけれども、関係なくても削除されているっていう、それはそれでなんで削除されてるんだろうっていうすごい不穏な疑問が私はね生まれてきますけれども、世界の混乱についての予言。メディアは着実に E○○L の戦に関して印象操作をしているとジョセフさんはお話を始めていました。少なくともお米の国ではそのような報道になっているというふうにおっしゃっておりました。これは日本でもそうなんじゃないかなというふうに思います。その報道の裏に隠されている情報、ジョセフさん曰く毎日中の東の報道をして印象操作、そして人々の関心を奪っている状況ですけれども、この報道の裏で本当に人々が考えなければならない事柄が隠されてしまっています。今こそしっかり情報を自分で得ることが必要でしょうというふうにおっしゃっておりました。今もねいろいろなことが起こってるじゃないですか、年始から。それもですね動揺させることです。悲しいことです。ですけれども、そればっかり報道したりとか、ね、謎に JAL ばっかり報道したりとか、海上保安庁の方もなんで報道しないんだろうっていう謎に JAL ばっかりですよね、話題が。なのでそこもちょっとどうなんだろうっていう気もしますけれども、これはねちょっと私は自分なりにやっぱりね感情的になりやすい案件じゃないですか。私も日本人なので心配ですし、でもちょっと距離を置きながら冷静に報道を見ていきたいな、情報を見ていきたいなっていうふうに思ってます。
でジョセフさんも言っていたのが、大きな視点から物事を見ること。戦が起こった時、何かいざこざが起きた時、そういった時は両側から物事を見る必要がありますというふうにジョセフさんはおっしゃってました。しかしメインメディアだけではなく、別の視点から見る必要があります。戦いのことではなく、他の事柄も何か起きているのか把握しなければなりません。やっぱりね、ジョセフさんが言うように注意をそらされている可能性があるので、一旦距離を置いて、はためから両側からいろんな視点から物事を見て情報精査をしていきましょうということをおっしゃっておりました。都合が良い勢力の把握。諸説さん曰く、現在の中の東で起きていること、そしてそれに関する報道というのは中の国にとって都合がよく働いていますよね。今彼らへの注目度というのは以前よりも下がってます。確かに中の国、赤い国の方の注目度っていうのは下がってますよね。中の東に中の東のせいで。で、新しい世界の秩序を構築することが目的の壮大なプランなのでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっております。で、いろんな流れがありますけれども、お米の国のお金について、ジョセフさん曰く、お米の国はいまだにウの国に献金をしています。日本でもそうですよね。お米の国の紙幣は無価値となる日が近づいています。国自体がお支払いできない状況になったらどうなのでしょうか。中の国みたいな存在に強硬的に取られるのではないでしょうかというふうにジョセフさんは考察していらっしゃいました。これは予言ではないですけども、ジョセフさんの考察になるんですけども、やはりジョセフさんはお米の国の方なので、そういった脅威をちょっと感じているのかなっていう感じですよね。今救急車になってます。もう一回なんかね、タイではいろんな救急車の音があるんですよ。日本みたいなピーポーピーポーもありますし、こういうピーポーパーポーっていう、わかります？こういう音もあるし、ビービービーっていう音もありますし、すんごいフィューヒューヒューヒューっていう音もありますし、いろんな音があるんですよね。というのも、多くのなんていうのかな、救急車は日本と違って国営じゃなくて個人でやってるんですよ。なので無線で察知してみんな急行するみたいなんですよね。ちょっと日本とシステムが違います。過激なグループの集合体。ジョセフさん曰く、 IS 〇〇〇〇の中には IS、 他〇番〇の中にはリ、浜の巣など過激なグループたちは一つに集まり地上に出てくるでしょう。そして世界に対してアタックしてきます。これはね、前回でも前々回でも言っていたことですよね。一丸となってしまってフォーメーションを組んでいるという、予言です。ちょっと今ね、昨日か、イマルンで爆発があったみたいなんですけども、テノロらしいですよね。そういう動きが激しくなってくるのかもしれません。で、過激なグループに関しての予言たくさんありますが、こっち主にこの今画面に出ている4話でご紹介しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。で、アタックの光景が見えたということなんですけども、ジョセフさん曰く、ある市街地のクリスマスツリーがあるスクエアに私は立っています。これはジョセフさんの投資の中のお話ですね。クリスマスキャロルが聞こえてきます。クリスマスツリーの点灯のためか、スイッチを入れた瞬間に辺りが激しく真っ白に光って見えなくなったという光景でした。これは前回の去年のクリスマスで起きなかったことなので、もしかしたら2024年のクリスマスに起こることなのかもしれません。はたまた2025年のクリスマスかもしれません。ジョセフさんの予言というのは時期が、2、3年のうちに起きるということがあったりするので、時期をね、ぴったりと的中するのが難しいみたいです。ですがビジョンは見ているので、いつそういった動きになるかっていうのは私たちの考察次第といいますか、私たちがそれを覚えていて気をつける次第だと思うので、
皆さんこういったね気になる予言というのは頭に留めていただければなというふうに思っております。でこのビジョンに似ている過去の予言というのがありまして、これは2022年12月6日の更新予言前半なんですけども、今画面に出ているこの回で言っていたことです。なので2022年にも言っていて、2023年にも言っていたということは2024年に起こるかもしれないっていうふうに私はちょっと感じてしまいますので、皆さん覚えておいてください。続新しい技術の武器についての予言。この予言も過去に何度か出てきているものになるんですけども、ジョゼさんがおっしゃるには、以前よりスピリットが今まで存在したということすら知らなかった技術、そういった技術を使った兵器があります。それが使われるという予言ですけれども、すでに使われた可能性があります。もしかしたらマウンテンデューのことなのかもしれません。このマウンテンデューっていうのはデューのところだけ、隠語なんですけれども、そのデューっていうふうにあんまり言いたくないがためにですね、マウンテンデューっていうふうにジョゼスさんはおっしゃっておりました。DEW ですよね。スピリットが言っていたのが、新技術を使ったこの兵器の使用はまだ続きますというふうに言っているそうです。でまたジョセフさんがおっしゃるには、連続的なドッカンが世界で起きるというビジョンがありますので、それも関係があるのかもしれませんというふうにおっしゃってました。でこの新しい技術についての予言、今画面に出ている主に3話でお伝えしておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。反非マルツトの勢力、この丸の中にはリなんですけれども、世界三大宗教の一つですね。ジョセフさんおっしゃるには、世界の動きで気になるのが反非マルスト勢力の活動です。今年は7の波動の年で、精神性に強く結びつきが出る傾向にあります。聖書の予言ではイ〇〇 L の北側から攻められるという記述がありましたが、そうすると今回の戦は聖書通りの動きなのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。これは聖書のエレミヤ書6章22で、綴られていることらしいんですけども、主はこう言われる。見よ、北の地から軍隊が来る。大いなる国民が地の果てからかき立てられている。こういった記述があるということで、ジョセフさん曰く、2018年にペルーへ修行に行く前に受けたメッセージでは、2025年から2032年が7年の大困難というふうに思っていました。しかし2029年までだと私は感じています。なぜなら2029年にホビ族の伝承するカチーナが地球に近づくからというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。7年の大混乱に関してなんですけども、旧約聖書のダニエル書に書かれている7週が7年という解釈のところがそれにあたるらしいんですけども、ダニエル書の9章25から27なんですね。25がそれゆえ知れ、悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから、油注がれたもの、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。26、その62週後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖書を、破壊する。聖書を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。27、彼は一周の間、多くの者と固い契約を結び、半周の間、生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかる。そういう文があるんですけれども、ジョセフさん曰く、2029年にカチーナが太陽系に近づくということと、そして7年の大混乱がありますが、私の感覚ですと、闇の支配者らは一刻も早く世界中の大混乱を巻き起こしたいと考えているような気がしますというふうにおっしゃっておりました。
古代も文献まで遡り考察。ジョセフさん曰く、アトランティスやルメリアに隠されていた情報などを探ってみることも大事だと思います。何を隠しているのでしょうか。今となっては数百年前に民衆を欺くために闇の支配者らがわざと、予言を世に出した可能性もなきにしもあらずなのではないでしょうか。固定観念を作らず柔軟に考察する必要があるのですというふうにおっしゃっておりました。そして飛行機に関する予言。ジョセフさん曰く、過去に空港で避難する騒ぎが起こると予言したのを覚えてますでしょうか。その予言では飛行機が機能停止になるということも言っていましたね。ロの国の影響で飛行機が飛ばないということもありましたよね。しかし飛行機に関する事件はあと2つ来ますというふうにおっしゃっておりました。飛行機に関する予言、過去にありました。この3つでお話ししておりましたので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。日本2日の日に飛行機の事故ありましたけれども、それもその一部なのかどうかはちょっと皆さんの直感、考察、情報精査次第だと思いますので、冷静に考えていきましょう。それはエジプトで起きるのか。ジョセフさん曰く、中の東エリアで起きそうですが、エジプトが強く脳裏に浮かびます。この飛行機の予言ですね。エジプトから出発するフライトなのか、エジプトの空港を狙っているのかは分かりません。もしかしたら両方なのかもしれません。この時はエジプトにそれが起こるんじゃないかっていうふうな予言をしていらっしゃいました。心配になるお米の国。飛行機に関しての投資をしている時に浮かんできたのが、2001年のような惨事が起こってしまうことだというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、2001年のようなことが起きてほしくないのですが、脳裏に浮かびます。今年ではないかもしれませんが、来年あたりにお米の国の空港が狙われる可能性があります。コロラド、フロリダ、LA、そしてニューヨークが危ないかもしれません。しかし恐怖に苛まれないでください。引き寄せの法則を意識しましょう。いつどんな時でもやはり恐怖に苛まれてはいけませんので、いい波動を出していいものを引き寄せることを個人個人で頑張っていきましょう。で次、ブログの104話のお話になります。予言される航空会社の低迷。12月に限らずこれは航空会社などが低迷するという予言なんですけれども、ジョセフさん曰く、航空会社は下火です。低迷するでしょう。遅延やトラブルが、常に起こりがちです。すでに起こりがちですけれども、単純に人々が旅行しなくなる傾向があります。将来的には政府が介入などをして航空会社を助けることも検討されるのではないでしょうかというふうにジョセフさんは予言をしていらっしゃいました。旅行させない社会づくりもされるんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃってました。ジョセフさん曰く、遅延やキャンセル、トラブルなどで人が飛行機で旅行をする人が減っていくという流れも故意に作り上げられている可能性はあります。世界の経済の集まり会、WEF の、アジェンダで人の行動を管理するための一環なのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。そして自動車が走らない小さな町づくりということなんですけども、ジョセフさん曰く、自動車のない小さな町に人を住まわせ、その小さなエリアで全て完結できる環境を目指しているようですね。闇の支配者らは我々に運転する能力を奪い、そして管理された乗り物だけに乗らせて小さなエリアだけに留めさせるというのが計画の一部でしょう。ジョセフさんのスピリットが Google とテスラ、そしてリンゴの会社は将来的に人類に自動車などの乗り物を一切コントロールさせないように計画をしています。それが良い案だと思われるというふうに言ってます。安全、そして地球に優しいという宣伝をするでしょうというふうにおっしゃっていました。すべてサブスクへということなんですけども、こういった動きがあると、ジョセフさん曰く、生活家電や車、家、あらゆるものがレンタル、サブスクのようなシステムになるように仕掛けられています。毎月一定の料金を払ってレンタルしたいですか？結果、買うよりも高くなる仕組みになっているんですよというふうにジョセフさんは訴えかけていらっしゃいました。移民問題についての予言。なぜ F
F○MA キャンプを活用させないのか。丸の中はいい。ジョセフさん曰く大量の移民を国内に受け入れて大問題と発展していますよね。まず最初の質問に、なぜ F○MA キャンプを活用しないのかという疑問が私はありますというふうにおっしゃってました。まず茂み、これは、ブッシュですね、英語での政権が何億ドルもつぎ込んで全米に F○MA キャンプを作り、大勢を収監できる仕組みを作りましたね。アラスカには100万人を収容できる場所があるそうです。これは公表されている情報なので調べてくださいというふうに皆さんにお伝えをしておりました。ティンカーが思うには、この先何かがありそうだというふうに私は直感で感じます。皆さんもおそらくね、陰謀論ではなくても何かしらね、スピリチュアル的に、もしくは普通に時事的にこの先何かが起きるんじゃないかっていう気持ちがしてきたと思うんですけども、ホピ族の予言というシリーズがジョセフさんありまして、これも私紹介しております。今画面に載っているこの3話でご紹介しておりますので、ぜひともですね、こちら見て考えてみてください。ジョセフさんが言うには、ものすごい収容スペースがあるにもかかわらず活用しない、それはなぜか。でその代わり大都市ニューヨークなどのホテルに泊まらせたりとか、路上で泊めらせたりしてますよね。泊まらせたりというか、やむを得ず泊まってしまったりしてますよね。野宿ということで。でホテルは政府に最大1泊500ドルまで請求ができるという政策も取られているそうです。そのニュースがこちらですね。ブログで関連ニュース載せてますので、必要であれば補足のために見てみてください。行方がわからなかった人が見つかる予言。悪い予言ばかりではないようなんですよね。ここで朗報をシェアしてくれたジョセフさんなんですけれども、実は前に行方不明とされていた子供が見つかるという予言をスピリットから授かっていたそうです。ジョセフさん曰く、悪い予言ばかりではありません。行方がわからなくなっていた子供たちが戻ってくるというふうにスピリットが教えてくれています。おそらく2024年にそれは起こると思われます。2024年は8波動の永遠という意味のある年なので、そうしたことが起こったりします。でなければ2025年でしょうか、というようにおっしゃってました。闇の勢力の汚職がバレる。ジョセフさん曰く、闇の勢力の汚職などがどんどんバレるというふうにおっしゃっておりまして、これ10月25日の予言なんですけれども、特にお米の国とカナダで、それがあるということで、その一つとしてウォルマートで起こったことを一人の男性が告発している動画があります。ぜひ見てみてください。ということで、ジョセフさんご本人の動画でシェアしておりましたが、私見つけましてブログでシェアしておりますので、ご興味がある方は見てみてください。YouTube ではちょっと詳しく言えないような内容なので、ぜひとも見てみてください。でぶっちゃけこのYouTube で言っていることなんですけども、おそらく消されたり削除の対象になると思うんですね、こう取り上げると。なので私は警戒をしてブログで載せてますので、そちらで見てみてください。ロの国のリーダーのお話。ジョセフさん曰く、普段のロの国に関するニュースというのは嘘が多いので信用はしておりません。しかし今回は本当に彼の心臓あたりにダークなエネルギーを感じています。信じたくはないですが、スピリットもこれは嘘ではないというふうに言っています。その P リーダー、どうなってしまうのかということも研究していらっしゃいました。諸説曰く、6波動の天秤座という読み方になるんですけれども、この P リーダーが今いる時点ですね。で9の波動の年まではあと3年は権力を持ち続けるでしょうというふうにおっしゃっておりました。なのであと3年はご無事だそうです。入れ替わりしてるかもしれないですけどね、本当はわからないですけれども、あと3年は P 大統領っていう座はそのままだそうです。中の国との会談。ジョセフさん曰く、中の国と会談をしてましたよね、ロの国は。
で、中の東の戦の問題により共通の敵として結束を固めたという報道がされています。で、中の国についての予言なんですけれども、ジョセフさんはこのようにおっしゃっています。脳裏に中の国がインドとの国境で揉めているという予言がよぎりました。おそらく近々また問題が起こるのでしょうというふうにおっしゃってました。で、このインドと中の国に関しての予言は今画面に載せている4話でお伝えをしていますので、ご興味がある方はぜひともチェックしてみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。女性が狙われるビジョン、女性が襲われるビジョン。ジョセフさん曰く、複数の女性は朝公園でジョギングをしているのがビジョンで見えてきたそうです。そしてその方々は襲われ、命を落とす人もいるということです。全員かもしれません。模倣犯のような事件も起こり得るということなので、数箇所で起きてしまうかもしれません。ビジョンでは2人が2箇所別々の公園で犯行に及ぶ姿が見えていたそうです。セントラルパークでの可能性がある。この事件なんですけども、ジョセさんがおっしゃるには、現在ニューヨークシティというのはたくさんの移民が流れ込んでいますよね。そうした状況からも、このビジョンがニューヨークシティで起きたことなのかもしれません。そして大衆扇動を促すためにそうした事件を起こすことも考えられますというふうにおっしゃっておりました。ホテルが崩れる予言。ジョセさん曰く、ビジョンでは複数のホテルが崩れ落ちるという光景を見ました。これもまたニューヨークシティなのかもしれません。そしてカリフォルニアです。海岸線にあるホテルでしょうというふうにおっしゃっておりました。で、またホテルがファイヤーするビジョンも見えてきているそうで、ジョセさん曰く、しかしこれは仕組まれたことのようです。屋上から救出される人たちがいます。そして立てこもり事件も発生する可能性があるというふうに言っています。ホテルに関しては立てこもり事件のようなものが発生するということなんですけれども、ジョセフさん曰く、世界のさまざまな場所で起こります。アフリカ、中の東、お米の国、ドイツが浮かびました。ホテル滞在は気をつけてくださいというふうに10月25日の時点でおっしゃっておりました。バマルカンの動き。丸の中は血。バマルカンで恐ろしいビジョンを目撃したことも今回シェアしてくれていたジョセフさん。今回の予言ビジョンも含めてさらにおさらいをしてみましょう。ジョセフさん曰く、過激なグループでしょうか、浜の巣でしょうか、バマルカンに何かアタックを仕掛けているようです。以前サンピエトロの広場で銃声が聞こえたというビジョンを皆さんにシェアしてましたが、それとは関係がなさそうです。それかタイムラインが変更されて状況が変わったのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。このバマルカンに関しての予言は過去にもありました。今画面に出ているこちらの回でお話をしておりますので見てみてください。過激なグループが狙っているもの。ジョセさんがおっしゃっていたのが、悲しいことに襲われるのは子供だということです。学校やスクールバスなどを気をつけてくださいというふうにおっしゃっておりました。クルーズ船に関する予言。ジョセさん曰く、もしクルーズに行かれる予定があるのであれば気をつけてください。複数の船が検疫の理由から隔離されるとスピリットが教えてくれています。ハッキングに関する予言。12月から1月にかけて銀行の障害がありますというふうにおっしゃってました。銀行は機能停止になるほどの被害があるかもしれません。ハッキングかもしれませんし、システム障害が起こります。数週間以内から兆候があるかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。ゴールドで癒しの効果。ジョセさんがおっしゃっていたのがどういうことなのかわからないですけれども、スピリットがそう私に伝えてきています。まだ謎ですということで、今後ね、ゴールドに関しての予言があればまたシェアしてくれると思いますので、ご期待ということで、私の番組もチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。今回は以上になります。いかがだったでしょうか。移民問題のね、内部告発者の動画、本当に興味深いものでございますので、ちょっとね YouTube に載せるとキャンセルされてしまうかもしれない、デリートされてしまうかもしれないので、ブログで見てみてください。今回も長々聞いていただきましてありがとうございました。いいなって思っていただけましたら
チャンネル登録、そしてグッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。SNS の方もやってますので、こちらですね、フォローの方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、Happy New Year ということで、Thank you very much for watching, Thank you very much for listening, Thinkers Channel でした。それでは次回の放送お待ちください。See you next time. Bye bye. Much love.